基本的にでかい人っていうのは高いところに早く到達するんですよ。チビがそこに到達しようと思ったらもう本当に0コンマ何秒の差だけど、やっぱり時間がかかるんですよ。ジャンプしなきゃいけない分。だからでかいやつはジャンプしなくてもそこに到達するんですよ。この差は大きい。それである程度早く向こうのミドルなんか動いちゃうから、2メーター5でも10度ババッと動いちゃうから。だから早く到達する、早く、だからそれが嫌かな、一番。高いところに早く到達する。で僕はチビだからやっぱり時間がかかるんですよ、そこまで。それって不利なんですよ。より早く打てるんですよ、クイック。だからミドルが厄介なんですよ。特に350センチのところにでかくて速く飛べるやつがいたら速く打てるわけですよ。だけどそこに持っていこうと思ったら先に飛んでそこに到達するまでの時間を作んなきゃいけないんです。同じスピードで打とうと思ったらこいつはパパーンと打つけどワーンと打ってここまで待っててトスを上げてもらって早く打つしかないっていう、オーバーに言うと。だからその差は大きいですよ、同じ高さでも。でやっぱりブレがあるんですよ。やっぱりジャンプしようと思うと340ぐらいだって350ぐらいでもでかくてその辺ってあんまり飛ばなくても到達する、常にそこでヒットしてくるからでかくて、その差は僕は痛感することはあります。そうなんですよ、早く完成しないんですよ。だからこういかなきゃいけないから、チビだから。だから早く完成しようと思ったら高さ取れないじゃないですか、ジャンプするのに。出そうと思ったらそこまで行くまでに時間がかかる。でかいやつがパッと完成しちゃう。この差は大きいと。だからこれからやっぱりでも日本の男子女子は少ないんだけど男子は2メートル超える子も出てきてるから、結構甲斐とかいい選手が。まだまだ面白いんじゃないかなと思いますね、男子は。だからよりハードワークしなきゃいけないですよね、日本の選手は。レシーブにしても何にしても。でもね、上から打たれる方が結構見えるから、上がる上がんないは別にしても対応はそんなに難しくはないんですよね。だから身長のハンデっていうのはあるはありますよ、それも。でもそれはもう身長別がない限りは埋まらない話なんで。だからそういう意味では今やってるバレエは男女ともいいバレエはしてると思います。やってると思います。まだやれるとこはあるんだと思うけど、それぐらいで勝負するぐらいで僕はいいんだと思いますよ。日本のバレエはやっぱそこで生きていく、それが日本の道だと思ってるし、それをできる僕は人種だと思ってるんで、きめ細かく。